皆さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語を勉強している人へ向けたチャンネルです。皆さん、どうですか？最近は。何かいいことありましたか？私は、最近いいことが起きなくて、なんだかなという気持ちです。悪いことしか起こらない日ってありませんか？今日は何もいいことがないなっていう日。私、この間あったんですよ。今日はそんな嫌なことがあった時の私なりの対処法についてお話ししたいと思います。この間嫌なことがたくさんあった日のお話をさせてください。まず、夜ね、お風呂から上がって髪の毛を乾かそうとしたら、ドライヤーがゴゴゴゴゴゴゴとか言って変な音がしたんですね。しばらくしたら動かなくなってしまいました。ドライヤーが壊れてしまったんです。結構長いこと使っていたので、寿命だと思うんですけど、不吉ですよね。そして次の日、朝起きて、いつも通り会社に向かいました。で、会社の近くのセブンイレブンでカフェオレを買いました。レジでカップを買ってから、自分でマシンにカップを設置してボタンを押すタイプのやつです。カップを買った後にマシンを使おうとしたら、私の番でマシンが壊れました。前の人は使えてたのにですよ。店員さんが直してくれようとしたんですけど、なかなか直らなくて、会議の時間に間に合わなくなると困るので、一旦コーヒーは諦めました。そして仕事でのミスが発覚して残業です。私はいつも残業していないのですが、この日は3時間ぐらい残業しました。もうその日は最悪だな、今日はついてないなと思いながら家に帰っている途中で道でつまずいて思いっきり転びました。コンクリートの上だったのでめっちゃ痛かったし、周りの人にも見られるしで最悪でした。これが最悪な一日だったんですけど、結構最悪じゃないですか。どれも小さなことなんですけど、重なると結構気分が落ち込むんですよね。そうすると、最近起きた悪いことを思い出して、こんなこともあったし、あんなこともあったし、悪いことしか起きてなくない？人生最悪じゃない？そういえば、最近救急車の音をよく聞くかも、みたいな感じで、どんどん悪い方向に考えてしまうんですよね。でも、そう思っていた時に、一つ頭に浮かんだ言葉がありました。それは、人間万事塞翁が馬という言葉です。なんだそれはって感じですよね。これは日本では有名な言葉で、人生の幸せ、不幸は予測できないもので、何がいい、悪いかは後になってみないとわからない
という意味です。中国の昔の哲学書が由来になっているそうです。由来になったエピソードをちょっとお話ししますね。中国にある老人が住んでいました。ある時、老人が飼っていた馬が隣の国に逃げてしまいました。近所の人々は同情しましたが、老人はこのことが幸運を呼ぶかもしれないと言いました。そしてその通りに数ヶ月後、逃げた馬が立派な馬を連れて帰ってきたのです。近所の人々は喜びましたが、老人はこのことが不幸を引き起こす原因になるかもしれないと言いました。その通りに老人の息子がその馬に乗り、足の骨を折る怪我をしてしまいます。老人はまた、このことが幸運を呼ぶかもしれないと言いました。しばらくして戦争が始まりました。若者は戦争に行って、10人のうち9人が戦死しましたが、老人の息子は足の怪我のおかげで戦争に行かずに済んだので生き残ったというお話です。一見不幸せに思ったことが幸せになったり、その逆だったりすることがあるので、すぐに喜んだり悲しんだりするべきではないという例えです。例えば、偶然飛行機に乗り遅れたら、その飛行機が墜落したとかね。そう考えると、この日に私が経験したことも悪いことではなかったかもしれないですよね。実はドライヤーが壊れた後、お父さんが新しいものを買ってくれたんですよ。今まで使っていたものよりも新しい性能のいいドライヤーです。残業をしていなければ電車で元彼に会っていたかもしれないし、道でつまずかずにそのまま進んでいたら車にひかれていたかもしれません。こうやってその時起きた悪いことはこれから起こるいいことのためにある。悪い運命から守ってくれたと考えるようにしています。そうするとちょっと心が軽くなる気がします。もっとね、大変な辛いことってたくさんあって、この先いいことがあるなんて思えないよってことも起こると思うんです。その時にこんな風に考えろって言われても難しいかもしれないですが、日常で少しイライラすることがあったら、この言葉を思い出してみてください。はい。ここからは考え方ではなくて行動のお話をしようと思います。私なりのリフレッシュ方法ですね。私は嫌なことがあったら、だいたいお菓子をめっちゃ食べます。これはあまりおすすめしない方法ですが、チョコレートとかポテトチップスとかをたくさん食べます。スーパーで自分の好きなお菓子を買って、一人でお菓子パーティーをするんです。これは健康に良くないので、あまりやらない方がいいと分かっているんですけど、どうしてもやってしまいます。
あとは、カラオケに行きます。私、カラオケ結構好きで、ストレスが溜まった時とかに一人で行ったりします。一人だと周りの目を気にしなくていいのでね、思いっきり好きな歌を歌います。時間がなくてカラオケに行けない時は音楽を流しながら家で歌っています。家なのでそんなに大声は出せないんですけど、それでも全然ストレス発散になります。家族が部屋に入ってきた時とか、ちょっと気まずいですけどね。最近は、花っていうグループの歌にハマっていて、よくそれを歌っています。皆さんもぜひ聴いてみてください。あとは、走る。ランニングです。前は走るの嫌いだったんですけど、最近気づいたんですよね。走るとストレス発散になるって。走っている時と走り終わった後って、すべてがどうでも良くなるというか、すっきりした気持ちになるんですよね。なので、最近はジムに行って走ったりしています。筋トレも最近始めて結構楽しいです。あとはね、お風呂に入るのもストレス解消になるなぁと思います。お風呂って入る前はすっごいめんどくさいんですけど、入ったら最高ってなりませんか？さっぱりするし、体が綺麗になるし、心も洗われたような感覚になりますよね。私はたまにですけど、いい匂いのバスソルトを入れたりとか、好きな音楽を流してお風呂時間を楽しんでいます。はい。ということで、今日は嫌なことがあった時というテーマでお話ししました。最近悪いことしか起きないな、人生楽しくないなっていうことあると思います。そんな時は人間万事採用が馬という言葉を思い出してみてください。そして好きなものを食べてお風呂に入って歌ってください。最近こんな嫌なことがあって最悪だったよって文句を言いたい人はコメント欄に書いてください。あとは皆さんのストレス発散方法も知りたいのでぜひ教えてください。もちろんそれ以外のコメントも大歓迎です。ということで、本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。